こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、もう今年も終わりですね。というわけで、1年に1回やっている企画、気まぐれクックの冷凍庫コーナー。僕の冷凍庫にはいろんなお魚が詰まっております。なんで今日はそちらの冷凍庫の整理を兼ねて、冷凍庫の中を一回出してみて、これは食べられるものだな。これはちょっと食べるのは難しいかなっていうものをより分けて、で、冷凍庫をちゃんと掃除して、で、美味しそうなものを使って、お昼ご飯を作っていけたらなと思います。そして今回実食の時に一緒にいただくお飲み物がこちらですね。銀色のやつ、工場出来たて、うまさ実感パックとなっております。出来たてのスーパードライが味わえるということで、僕も大好きな商品となっております。ビールは鮮度抜群のやつでやっていきたいなと思います。よし、そしたら、じゃあ冷凍庫の方に行きましょう。さて、冷凍庫にやってきました。いやー、1年ってほんとあっという間ですね。今年もこの時期が来ましたよ。いろいろ溜まってきてます。冷凍庫にこう一回魚入れちゃうと、なかなかね、出てこないですよね。次から次へとうちは魚が入ってくるんで。なんでこういう企画で、ちょっとでも消費していかんとね。さあ、じゃあ開けていきましょう。よいしょ。じゃあ、まずこちら。これ僕動画にしようと思って買って、いつまでも動画にできてないやつだ。これ、スキャンピ。赤座エビですね。よくフランス料理とかに使われるエビです。これお刺身でもいけるってことなんで買ったやつですね。これが確か1万円ぐらいだったと思います。うわ、でもこれだいぶちょっと色があれだな。オースケですね。キングサーモンの天然のやつ。これ作取りしてあるやつなんですけども、多分これは加熱用じゃないと食べれませんね。原価だけで言うと1万円ぐらいするんですけど、まあちょっと加熱用なんでこれ5000円。ほんで、あ、これ今日食べよう。この動画でやりました。サンマですね。10尾のサンマ。これありますんで、これ食べます。お刺身で食べましょう。あ、ほんでこれ。皮付きの鮭が切り身が入ってましたね。2分作った時の鮭、特銀ですね。これが1切れ300円。なんで、それが6切れ入ってます。1800円。これね、冷凍の生うなぎなんですよ。これね、友達が置いてったんですよ。どこにあるかなと思ったらね、冷蔵庫の隅から出てきちゃって、とりあえず冷凍しといたやつですね。なんで、これで、うな重作りますか。2品目決まりました。うな重です。で、これ値段がね、だいたい1本1000円ですね。なんで3000円。あと何作ろうかな。あ、これも、キングサーモンの頭ですね。これはまあコレクション行きですね。まあでもこれ価値的にはこれ500円のところですかね。これね。これ、何これ。これも僕動画にしようとしてたやつだ。よりとフグ。こんなとこにあったんだ。よりとね、これちょっとでも冷凍焼け進んじゃってるかな。これでけえこいつ。これ動画にしたいな。すげえバズりそう。よりとフグはこれ3000円。で、この下はこれゴミが入ってます。生ゴミとか一時的にここに入れて凍らして捨ててますね。で、これが白アマダイの頭ですね。1000円。うわ、これ面白いの出てきた。これ錦エビの頭ですね。これ昔さばいた動画で頭だけ凍らしといたやつだな。なんかショーとかなんかで使おうと思ったけどできてないやつだ。かっこいいっすよねこれ。錦エビの頭が300円。これ牛骨ですね。2000円。これはウツボかな。1000円。あ、これケジャンを作る時用に買ったやつですね。これ網エビの塩辛ですね。これが1000円ぐらいだと思います。美味しい馬刺しも入ってました。馬刺しも今日ちょっと食べますか。気まぐれクックで肉出ること珍しいじゃないですか。これめっちゃうまいんですよ。ほんで、あ、これね。おー、あったな、そういや、これ。鬼エビ、ゴジラエビって言われてるやつですね。これもね、お刺身にすると甘くてうまいです。まだ冷凍焼け進んでなさそうなんで、これもいけますね。これね、結構値段した気がするんですよね。1万円ぐらいしたと思う。で、これも、あ、これガラエビですね。これも1万円ぐらいしたと思います。んで、これが、あ、これめっちゃ昔にボイルしたタラコかな。これが3000円ぐらいですね。これ何やろ。ティラピアですね。これ釣ってきたやつ。お、これがケージの頭出てきましたね。これは1000円ぐらい。これはあれですね、生レバーですね。生レバーたくさん出てきました。これは1500円ぐらいで、これ一応鍵付きの箱が入ってます。フグさばいた後にフグの毒とか一時的にこの中に入れて保管してます。で、これ冷凍のマグロ、これ2万円ぐらいですかね。これ大間のマグロなんですよ。これいただいたやつだ。なかなかさばけてないで、もうとりあえず冷凍せなあかんで冷凍したやつですね。巨大な島味、こんなすごいよね。天然物みたいですよ。こんなんが釣れるんですよ。多分これ島味ね、買ったら5万円ぐらいすると思います。で、白アマダイも入ってますね。これもいただき物です。1万円ぐらいですかね。鮭の半身ですね。特銀ですね。5000円ぐらいですね。で、ニジマスですね。3000円。これクエの頭、これはもう1000円。あ、これも鬼エビまた出てきました。1万円。おお、これ珍しい。また出てきました。これまだあったんだ。鬼手長エビですね。これいくらぐらいだっけな。3000円ぐらいだったと思います。で、これは牛骨まだありましたね。2000円。これは僕が作ったおせちですね。海手箱。いつでも来客が来た時に食べれるように1個常備してあります。そんなもんですね。
そして今日はうな重と、あと馬刺しのお刺身、サンマのお刺身、そしてちょっと変わり種でこのよりとふぐもあったんで、このよりとふぐさばいてみますか。食べられるかどうかまだ分かんないんですけど、これめっちゃでかいんで、これさばくだけさばいてみましょうか。で、身の状態見て良さそうだったらなんかお吸い物かなんかにして食べたいと思います。よし、じゃあキッチンに行きたいと思います。ではまず溶かしていきましょうか。まずよりとふぐですね。2年ぐらい前のやつじゃないかな。これ渡るさんからいただいたやつだ。うわ、でっかっ。最大サイズじゃないこれ、よりとふぐの。流水解凍しときます。で、サンマも同じく解凍しておきます。馬刺しも。で、うなぎは流水でやるとブヨブヨになっちゃうと思いますんで、金属製のバット用意して、その上に乗っけておきます。そうするとね、この熱伝導で、この冷たさをバット全体が吸収してくれて、上に置いた冷凍のものがより早く溶けます。これね、ライフハックです。よし、じゃあ溶けるまで待ちます。はい、では溶けましたと。本当にものの10分ぐらいで溶けましたね。そしたらこちらぬめりを落としていきます。水の中に入れましてぬめりを落としていきます。今回はこれあれなんですね、背開きなんですね。珍しい。だいたいこっちで売られてるのね、腹開きなんですけど、冷凍の生うなぎは僕初めてだな。だいたいかば焼きにしてから冷凍っていうパターンが多いんですけど、生を冷凍して焼き上げるとどんな感じになるのか、味的にはおかしくはならなさそうなんですけどね。そしたら包丁でぬめりをさらにこうやってこそげ取ります。これこんな出ますからね。そしたらこのヒレもちょっと取りますね。そしたら串を打っていきます。でもやっぱちょっと冷凍すると柔らかいな。これが焼き上がりにどう影響してくるかですね。今日はガス焼きでやりますけど、なんで串を打つかというと、串打たないと少し丸まってしまうんですよ。丸まっちゃうのを防止するという意味で串を打っていきます。まず頭と尻尾に打っていって、はい、これで2箇所決まりました。そしたら次は真ん中です。皮と身の間にうまいことこうやって通していきます。で、1、2、3本入りました。そしたらあとこことここの真ん中に1本ずつ入れれば、均等に串を5本打つことができます。僕はね、だいたい5本串でやりますね。今日はガス火でやるんでいいんですけど、炭火とかでやると、このボトンって落ちちゃうんですよね。3本串とかだと。で、5本串が僕は好き。それにたくさん串打った方が縮みにくいので。おー、いい焼き色がつきましたね。そしたらタレを塗っていきましょうか。丁寧に薄塗りですね。薄塗りの3度塗りでいきます。塗っては焼いて、塗っては焼いてで照りを乗っけていきます。で、皮の方は1度塗りでいきます。裏1度塗り、表3度塗りですね。いい感じに焼き上がりました。はい、これでうなぎの長焼きの完成ですね。あとはご飯にのせるだけ。そしたら馬刺しを切っていきましょう。どうだろう。結構ね、日にち経ってるから、無理そうだったらやめときますね。いけそう。この刺しがすごくバーっと入ってますよね。これがね、最高なんですよ。馬刺しって本当に当たり外れあるんですけど、これは本当に美味しかった。すげえ高かったけど。お皿に並べて、そしたらネギですね。ネギをぶっかけて、ニンニクですね。ニンニクもスリスリします。馬刺しにはね、ニンニクですよね。はい、冷凍庫から出てきました馬刺しのお刺身完成。そしたらお次はサンマのお刺身。これ言っても冷凍したのが1ヶ月ぐらい前なんでいけると思うんですよ。冷凍してるんでアニサキスも怖くないしね。でも内臓も新しそうなんでいけそうな感じはしますけどね。おー、内臓も綺麗。この内臓がね、うまいんだけどね。今日はお刺身なので。さあ、そしたら3枚におろしていきます。おお、新しい身してますね。まだ全然大丈夫です。でも冷凍したからといって鮮度がそこで止まるわけじゃないんですよ。冷凍しても徐々に日が経つにつれて鮮度は落ちていくんですよ。なんで冷凍したからといっていつまででも鮮度が維持されるわけではないんですよね。家庭用の冷凍庫だったら生ものはね、1ヶ月2ヶ月ぐらいで消費した方がいいと思います。マイナス60度冷凍とかだとまたちょっと話変わってくるんですけど、家庭にねマイナス60度冷凍とかないんでね。ちなみに僕のスタジオにある大きい冷凍庫はマイナス20度なんですよ。なのでそこまでね強くないんです。家庭の冷凍庫よりはちょっと
強いかなっていうぐらいで、10入りのサンマは大きいので骨は抜きますね。この前食べた時ね、少しだけ骨がね気になった気がするんで、でも全然身もクタクタしてないですわ。はい、そしたら皮むいていきます。はい、こんな感じ。そしたらボウルにお酢で同量の水を作って、そこで洗っていきます。これで生臭みが抑えられますんでね。光り物はこうやって素洗いするととっても美味しくなります。そしたらお皿に切って盛り付けていきます。赤と坂、大葉、今日はそぎ切りで大判でいきましょう。ちょっと分厚めに、このぐらい。うわ、うまそう。はい、これで片身ですね。で、もう片身も同じように切っていきます。そしたら生姜ですね。すだち。はい、これでサンマのお作りの完成。今日の唯一のお魚、こちら。よりとフグですね。これすごいですよね。この魚は体内にたくさん水を含むことができるんですよ。ちょっともうここ入っちゃってますけど、どれだけ入るかというと、すごいっすよね。こんだけ水が入りますからね。ぽよ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 、可愛らしいですよね。で 1.5 リットルぐらい水が入りました。で、ここまで大きいよりとフグはね、初めて見たな。ちょっと水漏れちゃってますけど、可愛いですね。さあ、じゃあお腹割っていきます。もうまさに爆発寸前って感じですね。お、なんか出てきた。餌が出てきましたね。ここまで大きいヨリトフグ初めてさばいたんで、体の構造が分かりやすい。ここはもう全部水が溜まるとこなんですね。ほんで、胃袋がどこなんだろう。なんかないんですけどね。あ、これか。で、これ餌がこれですね。ゲソの形的にスルメイカっぽいですね。スルメイカの小さいやつと、あとなんか魚のこの細切れが入ってましたね。これなんだろう、イワシかな。で、このヨリトフグ、歯がトラフグ並みに鋭いんですよ。なんでこう何でもカジカジしちゃうんですね。で、この皮も僕昔食べたことあるんですけど、まずいんですよ。これなんかコリコリしててうまそうじゃないですか。で、ヨリトフグの特徴はトゲがないんですよ。皮に。なんで、つるんといけるかなと思ったら皮は美味しくなかった。あ、なるほど。この膜を割ると、この中に肝臓が入ってますね。うわ、美味しそうな肝臓だけど、でもこれは食べない方がいい。ヨリトフグって無毒だっけな。フグの肝臓は無毒のフグでも怖い。で、これが卵巣ですね。卵大きいですね。明太子みたい。でちゃんとこう、一丁前にアニサキスもついてますね。これがほんで胃袋ですね。胃袋の本体も中に入ってました。さっきの餌は多分逆流して出てきちゃったやつですね。そしたら皮を剥いでいきます。で、僕の経験上、このヨリトフグって、すごく水っぽいんですよ。唐揚げとかにしても、べちゃべちゃになるんですよ。なので、鍋物とか、お吸い物とか、そういったものが向いてるお魚だなって思います。そしたら今日は身の部分を使っていきますので、身の部分を取っていきましょう。ここですね。腎臓とかついてますんで、ここら辺を外していきます。そしたらこちらを3枚におろしていきます。骨は取っちゃう。あ、意外としっかりしてますね。でもあんなに大きいヨリトフグでも身だけにするともうこんなもんです。可食部位は少ないですね。で、水気をしっかり取って、で、お腹の黒いところを外します。そしたらちょっと分厚いので半分に渡して、こんな感じですね。そしたらここにお塩を打っていきます。で、少し水気と臭みを取っていきます。その間にお出汁の用意しましょう。お鍋に出汁はやっぱり出汁の地図。ポップアップイベントも大好評でして、ありがとうございます。でもちょっと告知が急すぎてね、来れない方が多かったので、本当にそこは申し訳ございませんでした。そして来ていただいた方、本当にありがとうございます。そしたらこれを入れていきます。はい、そしたら脱水ができました。かなり水気が出ましたね。そしたらこちらを一度洗って軽く焼いていきます。で、これ焼くことで水分をより飛ばします。多分この生のままお吸い物にするとめちゃくちゃ汁が濁るんですよ。なので一回焼いてあげる。そしたら香ばしさも追加されますしね。もうヨリトフグはもういかに水分を取ってあげるか、これが大事ですね。ではじっくり焼いていきます。はい、では焼けました。そしたら切っていきます。お、いいですね。あ、うまそう。すごくフグの香りが強い。今までね、いろんなヨリトフグの食べ方してきましたけど、その経験が今に生きる。この食べ方は絶対にうまい。まずお椀にフグを入れときます。そしたらお出汁、このままでも味が決まっててうまいんですけど、ここに少し塩味を入れるともっとうまくなります。まずお醤油を少し、そして日本酒も少し、
これでうまいと思う。うわ美味しい。ここに魚の出汁が入ったら最高だわ。はい OK。 そしたらお椀に注いでいきます。で少しネギを入れて、吸い口で少しすだちの皮を入れておきます。はい、これでよりとふぐのお吸い物の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。冷凍庫の中から出てきたものでサクッとこんな豪華な定食ができました。じゃあまずこちらからいきますか。よりとふぐのお吸い物。やっぱ一度焼くとね、ここまでスープが濁りませんね。いただきます。うわ、うんまっ。お出汁単体でも美味しいけど、やっぱりこのフグの出汁が入るとうまい。よりとふぐの調理法、これ大正解ですね。いい出汁出るんですよね。よりとふぐって水分だけ抜いてあげること、これがね、よりとふぐを美味しく召し上がるポイントかなと思いますよ。では次はサンマからいきますか。一度冷凍したサンマです。生姜をつけて、お醤油につけていただきます。うわ、うまっ。油すごいな。やっぱりさすが幻の獣医だわ。鮮度も落ちてないですね。やっぱこのぐらい大きいと骨抜いた方がいいな。骨が全くないこの脂の乗ったトロサンマの刺身は極上ですね。もうその一言につきます。お次、気まぐれクックのチャンネルでは珍しいですね。お肉、馬刺しをいただきます。ここにタレをたっぷりかけて、このニンニクとネギと一緒にいただきます。うまい。これこの馬刺しはうますぎる。脂がしっとり甘くて、ほんでね、柔らかいんですよね。筋っこくない、臭みもないし最高ですね。では次はこちら、うな重。何気に初めてですよ、冷凍のうなぎを焼いたやつ。でもね、すごくいい感じに焼けております。さあどうなんでしょう。じゃあいただきます。うまっ。これ全然冷凍ってわからんわ。やばいわ、これ幸せだわ。もっとパサパサになっちゃうかなと思ったんですけど、全然そんなことない。すごいジューシーで、焼き上げてタレをしっかり塗ってますんで、タレが臭くない。市販のタレのついた冷凍の蒸しうなぎとかあるじゃないですか。ああいうのちょっとね、ものによってはタレにうなぎの匂いが移っちゃってて、ちょっと臭かったりすることがあるじゃないですか。でも生の冷凍うなぎを焼いて家でタレ漬けしたやつなんで、全然臭くなくて美味しいですね。やってみるもんですね、何でも。というわけで今日はこちらの冷凍庫から出てきたお魚で作ったフルコースときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん。銀色のやつ、工場出来たてバージョン。これがうまいんだ。はい、こちら見事な7対3、いただきます。うわー、たまらん。このね、飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、この躍動感のあるうまさがスーパードライならではですね。料理の味を引き立ててくれます。今日はいろんな料理食べてますけど、さすが銀色のやつ、どんな料理にも合いますね。刺身にも合うし、このうな重なんかもちろん合いますしね。月に一度の特別なスーパードライ、月末の金曜日はそれが味わえて、私とても嬉しいです。辛口だからこそ出来たてはうまい。辛口ってこう苦いっていうイメージがある方多いと思うんですけど、そんなことなくて飲み応えがあってキレがいいんですよね。僕は辛口が大好きです。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は冷凍庫の中から出てきたお魚を使って料理を作って食べてみましたけども、どれも最高でしたね。お魚の冷凍っていうとちょっとね、味の落ちるイメージがあるんですけど、ちゃんと料理してあげるとうまい。まあ1年ぐらい入っちゃってる冷凍で揚げしちゃってる魚はどうしようもならないと思うんですけどね、できるだけね、冷凍したら早めに食べることが冷凍のお魚で美味しい料理ができるコツですかね。そうしてですね、実食の時にいただきましたこちらのアサヒスーパードライ工場出来たてうまさ実感パックなんですが、毎月の月末の火曜日に製造されて金曜日に発売されております。まさに出来たての
銀色のやつ。月に一度の特別なスーパードライとなっております。今日のうな重にもめちゃくちゃ合うし、もちろんお刺身にも合います。これを飲むと月末が来たなと感じますね。今年はこれで最後の発売となります。1年って早いですね。ぜひお近くのスーパーなどで探してみてくださいね。月末の金曜日にはこちらの出来たての銀色のやつで乾杯しましょう。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。